高毛先生こんにちは。ある程度人体や服など描けるようになったと思うのですが、いまいちプロの人たちと比べて見劣りします。どうすればステップアップできるでしょうか？そうだな。描けるようになったってことは、ひとしきり自分で考えて絵を仕上げれるようになったってことよね。時は来た！俺が思うにね、なんだかんだ見劣りするなーって時にこそね、講座とかね、他の人のね、PSD ファイルとかをね、見た方がいいと思う。見劣りするなっていう状態って、ちょうど今自分には何か足りないなーって、プロの人と見比べると、明らかにね、自身の技術にないものがね、見えてきたなーっていう状態。だけど、それが何なのかよく分かってない状態ってことなのね。人間っていうのはね、ちょろっとね、見ただけじゃ何が足りてないのか分からない。だからその時こそ、プロのね、描き方を真似てみる。学んでみるっていうのがね、大切。例えばね、顔の描き方だったり、髪の毛だったり、肌の塗り方、もしくは金属の描き方だったり、こういうのってかなりね、プロによって個人で描き方に差が出る個性的なポイントなのね。だからこそ自分の考えじゃなくて、その人の描き方を学ぶことによって、今まで自分が考えてなかったような知識や工夫、プロのね、アイデアがね、隠れてたりするから、今こそね、俺はいいタイミングなんじゃないかなって思うかな。さあ、今こそ絶好の学ぶチャンスじゃい！今回の講座では、このイラストを使って顔の彩色をしてみたいと思います。まず最初に光がどこから当たるのかを設定します。斜めにつく影を応用してみたいと思います。このような影です。この影がつく瞬間、影がない時と比べると、情報が非常に多くなります。見る人からすると絵をよりリアルに感じることになります。そのため少し難易度は高いということは否定できませんが、非常に魅力のあるイラストテクニックです。キャラクターの彩色方法も、彩色を強く表現する方や、コントラストを強くする方の場合は、影をあまり使いません。これを話す理由は、キャストシャドウをどれほど使ったのかによって、絵が自己主張が大きく変わるということです。シンプルな絵を描くスタイルの場合は、これのように影の量を増やして、絵の情報量を増やすことができます。逆に自分の絵が複雑すぎると思う場合は、影の量を減らせば、シンプルな感じを出せるということです。この内容はイラストを描くときに非常に大事な部分だと思います。あくまでも絵で扱うべき内容は、どれくらいの情報を盛り込んで、どのように表現するのかが最も大事なので、ライティングの範囲を状況に合わせて上手に設定することで、絵の情報を調整してください。もちろんこの絵は、ここまで強い印象にする気はなかったので、ある程度影の範囲が決まった状況で、コントラストを下げます。コントラストを下げる方法は、下から反射光を当てる方法を使いました。反射光を強く当てることで、影の内部に光を少し透過しています。全体のコントラストが弱くなったので、そのため印象が少し弱くなりました。同様に色調においても赤系の色を使っていますが、膨張色で落ち着かない感じがします。そのため少し青い色などを使うと、より落ち着いた感じのイラストになります。このように青系の色を使って、緑系や青系の色を加えて、全体的に爽やかな感じのイラストが構成されます。このように影を広く描いた後は、肌に少しだけ赤みをつけます。すぐ目立つようになりました。このようにベースを塗り終えた後は、次の表現に移ります。中間トーンを塗る段階です。そして私は普段この段階で眼球の表現方法を決めます。ここで一つ注意すべき点としては、この目も結局立体なので、影がつく部分は暗くなります。そのため左目と右目は同じ色ではありません。これが本当に当たり前のことなのに、見逃しがちの部分でもあります。影がついているのに白目を明るく塗る方をたくさん見ます。当たる光が弱い場合は灰色に近くなり、このように影の中にあるパーツは暗くなります。忘れずに反映してください。強弱を調整する4つ。少しずつ塗りながら密度を高めるために、あえてタッチを追加してることがわかると思います。
絵においてタッチは、熟練度が非常に大事な部分でもありますが、どこにたくさん加えるのかを決めておくと、まだ経験が少ない方でもタッチ感を整えやすくなります。鼻の上は少し赤く表現します。この部分を深く表現するほど、鼻のフォームシャドウも強くなるため、鼻が高い印象を与えることができます。先ほど説明した内容も反映して、境界色も一緒に使ってください。境界色はキャストシャドウの横に塗ります。少しサイドを上げて白黒で見た時に、トーンが自然にがるように塗ってください。光調も少しだけ塗ります。オクルージョンシャドウは少し強めで、コントラストを下げて塗ります。実は強烈な印象のイラストより、このようなイラストの方が難易度が高いです。小さい情報のパーセンテージを調整して、作りたい雰囲気にする必要があります。ここにハイライトをつけがちなですが、サイドも少し上げて使うことで、物足りない情報を追加しましょう。白黒のイメージも何度も確認して不自然にならないように塗ります。目立つ部分がなければ大丈夫です。そして先ほど説明したように、顔の立体感を出します。特に上手に描くと良い部分は顔の縁です。大きく曲がる面なので、フォームシャドウをつけないよりは少しでも必ず塗った方が、ほとんどの場合により適切に適用されるので、上手に使ってください。縁のラインもこのように、顔は平たい物体でもあるので、グラデーションの幅が広くならないように、ラインの部分に圧縮して塗ります。グラデーションが適用されている部分を見ると、ここだけになります。これで十分です。これを広めないように気をつけましょう。そして私が絵でよく表現すると説明した、目の縁に赤く表現する部分は、ほのかな雰囲気のイラストにしたいので、少しだけ表現します。まつげの立体を考えて、低いコントラストで反映します。すでに影の内部にある目なので、そこまで明るくないということを引き続き考えてください。瞳に透明な感じが少ないと思う場合は、透明な感じを表現するために、上が暗くて下が明るい部分を少し反映して表現してください。エアブラシを使って塗るだけでも、透明な感じを表現することができます。前後を確認してみましょう。前と後で、このようにより輝いている目に見えます。このような感じが表現できるので、使ってみてください。そして大きな影がより目立つように、このように塗って、キャストシャドウで確認しやすくします。今のように、サイドをできるだけ低くして表現する場合も、顔の縁のラインや、オクルージョンシャドウの部分に、このようにサイドの高い色を塗ります。この部分がスッキリして見えます。肌の縁のラインは、眼球の部分も同じですが、高彩度の色で塗る部分を作ることで、スッキリとした絵に仕上げています。非常に個人的に使う方法なので、この方法を参考にしたい方のみ、使ってみると面白いと思います。絵において理論というのは、どこにでも使えます。私も赤を使いたい部分は、理由だけを考えると、ただ塗りたかっただけでした。どうして赤を使いたかったのかを考えたとき、すっきりとした絵にするために、高彩度の色を使った部分が必要で、肌の白い感じが好きなのに、肌の彩度が低いとやはり白く見える感じが少なくなって、すっきりさが減るのではないかと思って、今のような理論を作り出したです。それを忘れないでください。そのような内容は、後から考えると理論があります。そのため一つ一つ内容を考えて、本にもできるような内容に確立することで、絵の実力が伸びると、私は信じています。ここはこのように表現したいと思った場合に、その感情を大切にしてください。これは講座ではなくて雑談ですが、大事なことだと思います。前に肌を塗るときにもう少し塗っておきました。この画像をベースに髪の毛を分けて表現してみたいと思います。まずここも同じく、内側と外側の違いは表現する必要があるので、このように髪の内側は、まず暗い色を塗って距離感を表現した後に、覆い焼きツールを使って、奥にある部分は暗く表現して、遠く離れる部分は空気遠近法を使って明るくなるように表現します。空気遠近法とは空気の色が混ざることです。後ろの白が混ざるようにして明るくなる部分も一緒に反映して大きなキャストシャドウを作ります。常に全ての彩色の第一ステップは大きなキャストシャドウを作ることです。これだけ上手にできても半分は完成しているようなものです。そのため必ずしっかり作ってください。このように外側の紙に隠されない奥の部分は外側の紙とほぼ一緒です。そのため当たる光の量も同じです。常に紙だと考えてはいけない理由もこのためです。紙だと認識して奥の面が暗いということを知っていると、紙の奥の面は必ず暗くしてしまいます。フリルを描くときも同じですが、そのような部分が反映されないように、どこまで光が当たるのかをしっかり計算して色を塗りましょう。
これで大きな影は塗りました。ここも外側の紙が少し暗くなります。このようなフォームシャドウを作って、それぞれのグリッド線を考えます。この紙はグリッド線がこのようになります。左右の影を塗った後は、上下の影も塗ります。今回の絵の紙の材質は、もう少し細かい感じを表現するために、つまり密度を少し高めるために、全体的なグラデーションが柔らかく広がるように表現してハイライトを小さく表現します。このように細かく塗ると、さらに粒子が小さくなるので、リアル感を出しやすくなり、このキャラクターの雰囲気を表現しやすくなると思います。結局紙も素材なので、この素材を絵の雰囲気に合わせて内容を変えながら応用する必要があります。そのため材質の特性だけを考えると、下の衣装と大きな違いはありません。紙は違う表現方法も使う必要があると考える方がたまにいます。しかし先ほども説明したように、私たちは化け物を相手にしているわけではありません。あくまでも立体的な物体です。私は常に強調する部分です。難しい部分であるほど甘く見る必要があると話します。オクルージョンシャドウも作ります。今回の絵は、体的にコントラストが弱いイラストなので、オクルージョンシャドウを細かく塗ると、イラストの完成度が低く見えなくなります。引き続き面を回転させて、どの部分に光が当たっているのかを計算し続けることが鍵です。このように引き続きオクルージョンシャドウを増やして、表現していきます。この部分は奥の紙ですが、光が当たる部分を考えて塗って、キャストシャドウはいつも細かい部分を見逃しやすいので、忘れないように気をつけて、この情報は繰り返し出てきます。毎回同じ間違いをすることになる部分なので毎回説明しています。ここのキャストシャドウを忘れてはいないのかなどの内容を無意識のうちに繰り返して確認できるようになるのは約6ヶ月くらいは必要だと思います。何でも人が習慣化するには最低6ヶ月は必要だというので積極的に活用してみると良いと思います。引き続きこのように見逃しているキャストシャドウが内容に適用する過程が最後まで繰り返されます。本当に内容だけだと大した内容はありませんが、あえて1時間もこのような内容を説明する理由は、結局認識する必要があるからです。これは個人的な話ですが、私は絵を描く過程で、認識というのが非常に大事だと思います。先ほども説明した紙を、未知の化け物のように認識することと、ただの立体的な物体だと認識することとは、内容が大きく変わると思います。それと同様に、自分が何か悩んでいる部分がある場合は、それに対する認識を明確にすることが非常に良い過程だと思います。もちろん認識を明確にする過程で、今の私にはできないということを認識する場合もありますが、それではそれに合わせて、練習方法を考えてください。今すぐ上手に描くことが大事なのではなく、1年後の私の絵が上手な場合は、今の私に表現できない部分が一部あっても良いと思います。そのためその過程を明確に認識する過程を恐れずに克服できる内容ならその場で素早く克服できるようにすることが成長を促すことになると思います。まとめてみましょう。基本的に紙は面の立体だけをしっかり把握して、キャストシャドウとフォームシャドウだけを分けてしっかり表現すれば、その後に大事なことは材質くらいです。常に先に塗るのはキャストシャドウです。大きな影を先に塗ることで、ライティングの軸を作って、その後に上下と左右の明暗を材質の色によって量を調整して塗ることが非常に大事です。このように回転された紙も同じく、キャストシャドウとフォームシャドウを明確に知ってから塗ると、そこまで難しくないということを強調して説明しました。この内容を理解した上で、イラストを描いてみてください。いつも大事なことは自分が何を描いているのか、自分が練習している内容が何なのかを明確に文章にしてみることです。それを未知の化け物だと思うのではなく、何なのかを明確に認識することで、それがもし間違っていれば後で調整すればよいので、繰り返して考えることで、前に進められるように練習してみてください。ご視聴いただきありがとうございました。第6項でお会いしましょう。